まあ、四万通ですね、私。ルリです。ゆうかです。今日はパパ握りの料理を作りたいと思います。なんていう名前でしたっけ？鳥だからポスポスパオルと言います。ポスポスパオです。どんな料理ですか？ココナッツを使います。ココナッツのミルクを使う料理です。今日使いものはまず最初からこっち芋から出します。はい。これは皆さん何と言いますか？ほら。タロイモです。違います。違うの？これは違う、これ違う。カサバ。カサバ。タピオカと言います。タピオカが作られてるのはこのキャッサバっていう芋？でも芋類でしょ？まあカサバの芋の兄弟。なんていう兄弟ですね。兄弟ですね。これがまあ皆さんいつも食べてるまあさつまいもです。はい、皆さんいつも食べてるさつまいもです。こっち言うと、ここにの言葉言うと、カウカウと言います。パパニューギニアではカウカウっていう名前ですね。で、このココナッツ使っていきますね。でもルリ曰くこれすごい小さめだって言ってましたね。私の手にこれ見たらそのウイルスでですね、そうですね、村から送ってこれないという事態が発生していて、これが最後の3つ買えました。最後ですよ最後ですよね。まあでもこれ使っていきましょう、はい、でこのココナッツを使うときにはこれココナッツのスクレープする中を削るマシンっていうか、まあメンパワーで使います。そうこうやって削っていきます。後でそれもご紹介しますね。そしてココナッツ割るのはこれがナッタですね。ナッタまあこれは本当はうちは日本ここに来てだったらブスナイフというナイフがありますけど、長いやつけど日本から持ってきたナッタですね。これをカットね。さすがルリーはプロフェッショナルですからね。今日はちょっと楽しみです、見るのが。で、あとは玉ねぎ、オニオンね。次、生姜とトマト。はい、これがアイビカと言いますね。まあここはネギの料理みんなよく使います。これとココナッツのミルクと味噌すごく似合う。アイビカってモロヘイヤの味とこのココナッツがベストマッチ。とモロヘイヤネバネバですね。でもすごい立派ね。大きいね。本当に元気ですね。オーガニック。そう、パパニューギニアのものってほとんどオーガニックで、まあね、ケミカルとか使ってないよね。使わないよね。元気だから土がすごくいいので、野菜も元気に育ちます。今日鶏を使います。はい、これ 2.5 キロのまるまる地鶏ローカル鶏ね。ローカル鶏です。かなりヘルシーな料理ができると思います。これは味鶏ガラスープ。お好みで塩がメインですね。こっちはここにいる人たちはこれがなくても塩で十分です。こんなに美味しい野菜のエキスと鶏さんのエキスともう塩ですごいシンプルに美味しくできますね。はい、じゃあ今から作っていきたいと思います。イエーイ。さつまいもを洗います。手で使うけど本当はまあ村だからココナッツの皮を取るとこれ強く洗ったらこれ気になるんでしょ。これ見えますか？これは赤い芋と言います。赤い芋種類です。次はタピオカもカサバ、これも火を落とします。こういう感じで火を落とします。何ですか？なんでルリはそんなに日本語が上手なんですか？まあ昔、何年、20年か25年前に日本にいたことがありました。どこの県にいたんですか？静岡県小松、25年前、1998年です。日本語を勉強して日本の研修を受けて。奥様も日本人で。そうですよね。日本語の勉強を頑張りました。素晴らしい。だから今はまだ日本語少し残ってますね。難しいことは分からないけど、まあ簡単な日本語は分かるけど。難しいこと分かんない。まあ日本は表現がありますからね。そういっぱい表現がね、一つの言葉が目覚め表現があるからね。はい、洗終わりました。最初タピオカを皮を取ります。皮を取る。まずは最初この端っこのところは硬いから取ります。この端っこのところ。タピオカの取り方ね、線を引いて、そしてこういう感じで、手で簡単にこれ
これでやっていって、これでやっていって。タケノコみたいじゃない？ね。面白いでしょ。面白い、初めて見た。これで手で使う。すごい。簡単？簡単。もうこれがタピオカになります。毒が少しあります。わからない。これさ表面にあります。だからこれを取るためにこれ線を引いてだけこれこういう簡単にやって。表面だけが毒なの？そうそう。でもそんなに毒はなくて人が死ぬんじゃなくて、そのままこれ入れても茹でても大丈夫、構わないですね。念のため。念のためです。で簡単に洗って。はい、これがタピオカの元になるキャッサバです。はい、じゃあ次は芋ですね。はい、芋いきます。好き？カカオ好きです。甘いですね。これも頃からみんなずっとこれ食べてて、いつもやってるからこういう感じでやって。そう、日本と違うでしょ。こっちの剥き方は違う。皮を取るのはもう終わりましたね。リリが料理するのいつも。たまにありますね。小さいな声。料理作れるよ。料理しますよ。自分のスタイル。あれ食べたいときに自分で料理します。さっき何作ったんですか？山芋とバナナ。あるの？ありますよ。ヤム。山芋か。山でしょ。ヤム。芋ですね。米より芋。米より芋。米作ってないのね。作ってるところはありますけど、みんな米作らないのって機械があるからね。機械がないとできないでしょ。精米ね。精米機ないです。でもまあそのね、トントンという火で作って。木で作ったやつでかなりそうこういうあれ餅つきのあれね、昔のやり方でしょ。じゃあ次は玉ねぎです。今目痛いですか？ちょっとなんかメガネつけるかな。でもこっちは玉ねぎも今植えてるんですよね。山の方とかラバオルも植えてみたけどね、できたけどね、できたけどまあ暑いから暑いところはあまりそれだとないけど、私はブケンベル出身です。ブケンベル出身です。はい。ブケンベルはどこにありますか？ブケンベルはビスマックシーの方にあります。ちょっとパプアニューギニアの向こうですね。ソロモン諸島の近いですね。パプアでもいろんな地域があって、4種類です。4種類だよね。私たちはニューギニアアイランド。ニューギニアアイランド。ルディはニューギニ島の出身で、はい。とかはモマセとかね、そこモロベとかメデンとかシピキとかリージンですね。リージン。ルディはブーゲンビルです。ブケンベル出身です。ブケンベルの出身の中では小さい島があるニサン島と言います。日産島です。はい。日産って日産の車と同じですよね。そうだね。けど違うですよね。なんで日産ってわからない。地図を見るとグリーンアイランドというけど、その後は日産アイランドって書いてあるんですよ。私の出身の向こうから。まあ四万通ですね、私。次は生姜洗います。生姜は日本語ですよね。そうですね、これジンジャー英語。皮だけ取ります。剥き方は私はわからないから知らない。使い方はわからないけど。いつもどうやってますか？こういう感じで、これの方が早いや。これの方が早い。こういう感じで。これがあれですよ。いい香りですね。日産と綺麗なとこです。サンゴ、綺麗ですよ。サンゴがあるんですよ。島だからね、まあ島と離れるともう寂しいですね。休みの時ね、思いますね。海とか潜っているんですよ。細切り。切れてない。これを細かくして。次はすごい綺麗なトマトですね。トマトを切ります。最近のミュージシャン活動どうですか？
あ、ミュージック。うんあー、コロナウイルスがありますから、コロナウイルスはちょっと邪魔。で今休止中。そうですね。ルリーはバンド組んでます。私のミュージックはYouTube に入ってますから、どうぞ聞いてください。タイトルがあります。トレンスは島という意味です。何語ですか？島、二三語。230、これですよ。これがアイビガと言いますね。すごいよ。もう私の髪の毛ぐらいのあれぐらいのついてるですからね。ね、大きいよね。すごい元大きいです。気。病気にかかった人たちね。よく医者さんが cook and eat lots of Ivica because it will help your health。お医者さんも勧めるんだ。でも料理するときはココナッツのミルクじゃなくてそのまま水で茹で塩だけ入れてそしてグリーンズ茹ですぎない。茹ですぎないっていうじゃあいいんだ。でも今日の料理はココナッツのミルクで使いますからじゃあねまたどこ行く？はいこれを1個ずつ取りますね1、2、3、4、5本の枝がありますね木があってこれがアイビガのこういう感じですそのまま畑に行ったら収穫するのはもうこれだけ取るんですよこれでこれ畑でもしやったらこれが収穫する茎は残してたら残したらまた生えてくるこれをいいやつだけ食べる分だけを取るんですよほんと強さ茎がもうすっごいしっかりしてるもんすっごい太いビューティーエビカでやるっていうの初めてこれそのまま美味しいこの絵いいわでこれ海で村で海を塩味でつけてそのまま食べるんですよ美味しそう上の方が柔らかいからこれそのまま食べられますポスポスパウルポスポスパウルパウルは鶏と言います奥さんも作ってくれますかポスポスパウル作れるんですねたまにありますね自分でココナッツスクラップして削ってその外側の皮がこの外外あこれじゃもう中外取ってるやつ元取るやつですねココナッツハウスお腹すいたルディあお腹がもうすぐできるよ本当はルリーはね今日12時に来るはずだったんだけどココナッツがなくてねそうですねごいかわいそうもうだったショッピング大変だった今の COVID-19 があったからねだからパパのコロナも結構増えてきてますね出てきましただって今日もう国内線も飛ばなくなりましたねパパもね今日からね日本もやばいでしょでも今年日本にも帰れなかったしねああ帰りたかったいつも帰ったら何するのが好きですかルディはあー冬だったらスキー行きたいですねああ、スキーできるの、はいすごいどこの何スキー場に行ったことがあるんですか何県秋田県秋田県のスキー場もう20年前ツッコミ入りました日本に帰ったら何するんですかもう私はもう何年ぶり日本にまだ帰ってないですねあ、じゃあ奥さんと子供だけ帰って5年か6年ぶりあー忙しいからね、2016年に日本に行ったんですよねうんそれっきり2回日本に帰って日本に友達いるいっぱいいっぱいいますいっぱいいるいっぱいいるみんなに会いたいですねうんねでも日本語覚えるの大変でしたかルディ大変だった大変私の先生はね日本語の先生は英語もわからないし全く日本語で自分で調べて25年前25年前ですルディ若いもんね何歳かわかんないよね年齢不詳本本当だよ当ありがとうございますはいタピオカのセールがあるんですよ今本当これをセールがあるんですよこのセールをそれは何なのこれを取る硬いのなんでそれ取るんですか食べられないからあ、そうなの芯みたい芯これあー根っこか傘は本当に食べたことないですかない食べたことないないと思うタピオカ以外は食べたことないですねでもタピオカケーキとかよく作れるんですよタ
ピオカケーキあるよ。美味しそう知らないタタピオカケーキが有名だよ。タピオカのケーキあるんですよ。バナナバナナの中に入美れます。味しそう綺麗ですね日産島にも帰れないよねこのコビット帰らないですよね。日産島に帰るときにはポートモレスビーからブーゲンビルの部下っていうところに飛行機で飛んでそれからボートで5時間ぐらいで海の上で片道5時間ですよボートで、まあ、じゃあ本当に人の手つかずの島で綺麗なんだろうね綺麗ですよ。まずタピオカから先にタピオカ入先にれるタピオカ硬いからね、芋を入れますでこれを水で茹でていきますねこれから鶏を切ります。はいお願いします鶏ですね。はいオーガニック。オーガニックでも鶏はやっぱりフレッシュがいいですよねすごいいい匂い。いい匂いやすごいすごいフレッシュですね。わ綺麗綺麗とかフルーツの葉っぱとかその特別の葉っぱがあるんですよ。へまあ葉っぱで作ってモリンガとかだからこの肉がすごくいいんですよ。野菜をいっぱい食べてモリンガってすっごい体にいい葉っぱも食べて自然いっぱいこの時はココナッツの皮じゃなくてそうまずココナッツのファイバー取りますココナッツって見えますか？これが口、これが目、これが目、同じですよ。本当だ実はココナッツは人間からできて歴史があります。割るときは割り方がありますね。目が左側にこういう感じでやって、そして割るときもここの線の上じゃなくてここから口、この上の頭の部分の目で割る、そしてこれやって割るんですよ。あれストレート上手ココナッツのこの白い部分を削りますまずこれに座りますねいいですか？始まりますよ。これを落とします。はい。ココナッツ職人。本当は機械もありますね。あ、そうなんだ。でも手でみんなね。手でみんなは手で。そんな難しくないもんね。簡単？簡単ですね。力いる？力はそんなに入れないですね。力入れたら、例えばこういう感じで、こういう感じ。これがミルク出ないですね。ちゃんと細かくしたらミルクが出るからね。これがココナッツミルクですね。ミルクが出るんですよ。入れ物にしたりするよね。だから村だったら、これがコブの代わりです。初めてやる人は本当は手とかやりそうね。これ生で食べても美味しい。生も食べても。じゃあココナッツオイルってどこから出てきてるの？でこれを消して絞ってまたボイルしてオイルだけボイルしてその後はそれココナッツオイルが出る。ずっと何時間もそしたらオイルができる。オイルができる。本当は女性の座り方はそうこあ、そうなんだ。私はちょっとやりにくいから男みたいに女性は可愛くしないといけない。足開くのがねはい。ちょっとやってみましょう。ちっちゃくてやりづらい。上手じゃん。回すんだね。そういうことか。なんか対角線上に削れる感じじゃない？大丈夫大丈夫。こう？回って。すごいいい匂いがする。ダニエルは20 years にパパに住んでますからね。これぐらいできてね、当然ですよね。リズミカル。リズムがクッキングは大事ですね。
フィニッシュ。3つのちっちゃなココナッツからこんなに繊維が取れました。じゃあこれを今から使っていきます。うちのケンケンがココナッツが大好きみたい。かわいいかわいい。美味しいですかケンケン。めっちゃ美味しいめっちゃ食べてる。ちょっと水を入れました。はい、絞ります。はい、絞ります。ミルクが出るから最初これを絞ってミルクが出る。うわ、すごい。こういう感じでうわ何回もミルクを落としてからミルクを出す。ココナッツ好きです。猫と犬もココナッツ大好き。ねえ、本当だ。ミルク入ってるからだから味がねすごく美味しいんだ。動物がよく好きですよ。オッケー。今日使うのはこのミルクの方ですね。このミルクをポスパウルに入れていきます。はい、じゃあ火は強火でいいですか？はい。はい。強火でお願いします。じゃあまずこれで煮立てますね。トマト、生姜、玉ねぎを加えていきます。きれい。この煮立ったココナッツミルクにですね。だんだん。鶏をココナッツミルクに入れていきます。フレッシュな鶏とフレッシュなココナッツミルク。これどのぐらい煮るんですか？鶏肉ができるまで。それどうやったらわかるんですか？じゃあ大体わかるんだ。蓋お願いします。はい、蓋。じゃあお芋はお皿に一緒にのせますが、まあこれができるのを待ちましょ上の方に乗せますから。はい。すごいね。う。すごい。はい、終わり。はい。蓋を押します。私も。どうしました？入れるか。美味しそう。出来上がったところです。出来上がり。ポスポスパウロ出来上がり。じゃあ見して、何が入ってる？はい、こんな感じでですね。こんな感じですね。ちょっとルル食べてみて。これはね、ちなみにパパニューギニアの SP ビールです。ポスポスパウルに合いそうですね。いただきます。すごい美味しいですね。すごい美味しいです。眉。眉なんだ。はい、では今日はルディとポスパウルを作りました。はい。とても美味しかったです。美味しくできました。できました。ウイルスが収束したらぜひパパニューギニアに遊びに来てください。一緒にポスパウルを作ります。はい。このビデオが良かったらいいねボタンを押してチャンネル登録お願いします。はい、またルリーのクッキングやっていきたいと思います。チャンネル登録よろしくね。バイ。